1916年、第一次世界大戦は消耗戦となっていた。両軍とも戦場での勝利を追求するより、敵軍に多くの損害を与え降伏させようとする戦略に重きを置くようになった。1917年になると、この戦略によりヨーロッパ各国は崩壊の瀬戸際に追いやられることとなる。ドイツはこのまま消耗戦が長引けば、より多くの資源を持っている連合国に負けることを悟っていた。そこでドイツは無制限潜水艦作戦の再開という賭けに出た。U ボートでイギリスの食料輸入を阻み飢えさせれば、6ヶ月以内に降伏まで追い込めるという算段だ。しかしこの作戦を再開すれば、中立国アメリカの船を巻き込み、連合国側で参戦させてしまうリスクを抱える。事実、作戦開始からわずか2日後、テキサス州ガルベストンからイギリスへ小麦を運ぶアメリカの船が U ボートに撃沈された。次にイギリスがドイツの外務大臣ツィンメルマンから傍受した電報をアメリカに密告した。アメリカとドイツが戦争になったら、メキシコがアメリカに攻撃するよう打診する内容だった。いわゆるこのツィンメルマン電報は、アメリカのウィルソン大統領に対し参戦の決意を後押しさせることになってしまう。ロシアでは戦争による損害や食料不足により暴動が起き始め、革命にまで発展した。これによりロシア皇帝ニコライ2世が退位。しかし新たにできた臨時政府は戦争を続けることにした。ところが戦線ではロシア兵が一斉に脱走を始めてしまった。これまでのドイツの行為に刺激され続けたアメリカは、ついにドイツへ宣戦布告。これにより連合国には莫大な資源が送られることになるが、それには数ヶ月の準備を要する。そのためドイツの無制限潜水艦作戦は順調に成果を出し続けていた。特に4月は大成功し、連合軍の船を88万トン、1日平均17隻ペースで沈めていった。貴重な食料や物資の供給を断ったのだ。ドイツの潜水艦 U ボートをどうにかしなければ、イギリスは飢餓に直面する。西部戦線ではイギリス軍がアラスの戦いを開始。フランスの大規模攻撃を支援する目的だ。激しい戦闘の末、カナダ軍がビミーリッジの高台を占領した。しかし勝利の影響は小さく、連合軍15万、ドイツ軍13万の犠牲者を出した。塹壕の上空でも改良された航空機による空中戦が激しさを増していた。偵察機が敵兵の位置を見つけ、より高精度な砲撃を行えるようになったのだ。相手の偵察機の任務を妨害するため、航空機同士の撃墜合戦が行われた。航空機は数ヶ月ごとに改良版が登場し、性能を上げていく。春になるとドイツ空軍機が連合軍に大打撃を与えるようになり、この惨劇は血の4月と呼ばれた。ビミーリッジの陥落から3日後、フランスのニベル将軍が大規模攻勢を始めた。だが大きな期待とは裏腹に、多少戦線を進めた程度ですぐ膠着し、両軍とも急速に犠牲者を増やしていった。犠牲者が闇雲に増え続けたことで、フランス兵の士気は崩壊。
フランス部隊全体で反乱が起き、戦闘を拒否するようになった。そのためニベル将軍は解任され、ヴェルダンの戦いで英雄となったペタン将軍に交代した。新たな指揮官はこれ以上むやみに死者を増やさないことを誓った。夏、イギリス軍はドイツ軍の駐屯地であるメセンまでトンネルを掘り進め、19の巨大機雷を爆発させた。それまでの歴史上最大の人為的な爆発であり、これ自体は局所的な勝利だったが、全体の戦況がイギリス有利に傾いた。ギリシャは中立の立場だったコンスタンティノス一世を大位に追いやり、連合国に加わった。ロシアの暫定政府は新たな攻撃を始めるも、この7月攻勢は悲惨な結果に終わり、ロシア兵の士気を崩壊させた。もはやロシア軍はまともに戦えなくなり、中央同盟国は思うままに反撃できた。海では連合国が商船を一つの船団にまとめ、海軍の護衛をつけて航行するようにした。これにより連合国の船は被害が減り、ドイツの U ボートによる作戦は潮目が変わった。ドイツ国内で戦争への不満が高まる中、ドイツ議会は和解を求める平和的解決の決議案を可決した。しかしドイツ軍司令部はこれを無視した。国は事実上ドイツ軍の独裁状態となっていたからだ。ベルギーではイギリス軍が今年の大規模攻勢となる第3次イーペル海戦を始めた。パッシェンデールの戦いとしても知られる。激しい砲撃、雨、そして農業水路の破壊により、一帯は泥の海と化していく。このような悲惨な状況において、戦況の打開は到底見込めなかった。攻撃は3ヶ月で中止され、イギリス軍24万、ドイツ軍20万の犠牲者を出した。イタリア戦線では第11次依存層の戦いが始まり、イタリア軍とオーストリア軍は砲撃合戦で疲弊した。この結果、イタリア軍15万、オーストリア軍10万の犠牲者を出した。ここで新たな国が連合国に加わる。ブラジル、リベリア、中華民国、シャムの4カ国だ。U ボート作戦への反発や連合国への賛同の意思を示すため、4カ国はそれぞれドイツに宣戦布告した。中国は何万人もの労働者をヨーロッパ、中東、アジアに派遣し、連合国を支援した。中東ではイギリス軍が前年にクートで敗れた報復としてオスマン軍を打ち負かし、バグダッドを占領した。だがエジプトのイギリス軍はシナイ砂漠を越えて侵攻するも、ガザの戦いでオスマン軍に追い返された。7月、アラブの反乱軍がオスマン帝国の要衝アカバを占領。アラブ軍にはイギリスの軍事顧問を務める T.E. ロレンスが同行しており、彼は映画アラビアのロレンスで知られることとなる。秋、イギリスの外務大臣アーサー・バルフォアがバルフォア宣言を発表し、パレスチナでのユダヤ人国家建設を支持した。
連合国に対するユダヤ人の支援を集めることが目的だが、この宣言はアラブ諸国に対して行った約束と矛盾している。10月、イギリスは最終的にガザの戦いに勝利し、パレスチナ掌握への道を切り開いた。6週間後、アレンビー将軍指導のもと、イギリス軍がエルサレムに入城し、400年にわたるオスマン帝国の支配に終止符を打った。ロシア軍の混乱に乗じて、ドイツ軍は東部戦線からイタリア戦線に兵力を振り向けた。そのままカポレットの戦いでイタリア軍を粉砕、100km 以上前進し、25万人の捕虜を得た。イギリスとフランスはこの戦線を支援するために西部戦線から兵力を引き抜かねばならず、西部戦線での攻撃を緩めさせられることとなった。ロシアでは2度目の革命が起き、レーニン率いるボリシェビキが権力を掌握。彼はロシアを戦争から抜けさせることを決意していた。フランスではジョルジュ・クレマンソーが首相に就任。虎の異名を持つ彼は全面戦争を戦い抜き勝利すると誓った。しかし本年後半の連合国は本当に勝利できるかまだわからなかった。ロシアは戦いをやめ、フランス軍は兵士の反乱を抑えることに不信し、イタリア戦線はほぼ崩壊、さらにアメリカの増援もまだ先になるからだ。つまり当面の間まともに戦えるのはイギリス軍だけになっていたのだ。そこでイギリス軍はカンブレーに狙いを定め、史上最大規模の戦車攻撃を仕掛けた。初日、400両の戦車が先陣を切ってドイツの防御線を突破した。しかしその後、戦車の多くが故障するか破壊されてしまう。ドイツは急いで増援を送り、戦線は押し戻された。ここでフィンランドがロシアからの独立を宣言した。ロシア軍の崩壊によって孤立したルーマニアは中央同盟国との休戦協定に署名。6日後にはロシアも休戦し、連合軍は東部戦線を完全に放棄する結果となった。1917年は連合側の主要国であるロシアが離脱することになったが、代わりにアメリカが加勢した。ドイツは早く軍事的勝利を収めないと連合側の豊富な資源の前に敗れてしまう。そこで来年の春に向けて最後の大規模攻勢を計画し始めた。